オマージュあふれるガンプラバトル GATX105B ビルドストライクガンダム。 GATX105B ビルドストライクガンダムはガンプラバトルを題材としたアニメガンダムビルドファイターズに登場し、伊織聖が作ってレイジが動かすという制作陣の方々のガンダムとガンプラへの熱い思いが随所に散りばめられた作品の主役機体です。作中では何度も破壊されながら改造して姿形を変えて戦い抜きます。今回はそんなビルドストライクガンダムとその派生機体ビルドストライクフルパッケージ、スタービルドストライク、ビルドストライクコスモス、ビルドストライクギャラクシーコスモス、そして続編にあたるガンダムビルドファイターズプライの主役機体ビルドバーニングガンダムにつながるスターバーニングガンダムまでについてビルドファイターズの魅力を交えて解説させていただきます。僕が作って俺が戦う。とある世界の近未来、プラスチックを動かすという特殊な性質を持つプラフスキー粒子が存在しました。そこにはその性質を利用してガンプラを遠隔操作して戦わせるシミュレーションゲームガンプラバトルがあり、世界中の愛好者が集まって毎年大会が開かれるほど大盛況なものでした。その世界において中学1年生の主人公伊織聖は伊織模型の店主にして第2回世界大会の準優勝者伊織武の一人息子であり、根っからのガンダム好きで大人にも引けを取らない高いガンプラ製作技術を持っていますが、バトルでの操縦技術が低く大会では初戦敗退を繰り返していました。そんなある日、聖は異世界からやってきたという少年レイジと出会います。レイジはガンプラバトルは初めてでありながらさながらニュータイプであるかのようにすぐさま操縦方法を覚えていきます。こうして聖が作ったビルドストライクをレイジが操縦して世界大会を目指して戦っていくことになりました。ビルドストライクガンダムは HG エールストライクガンダムの改造機となっており、ストライクをベースにしていることが見受けられる箇所が多数あるものの、東部バルカン砲が4門に改造されており、ビームサーベルはエールストライクはバックパックに装備していましたが、ビルドストライクは両腰に装備し、サーベルホルダーはゴッドガンダムのような回転軸になっています。射撃兵装として取り回しや連射性に優れたビームガンを持ちますが、パーツを追加することで標準のビームライフルとしても使用しています。防御兵装チョダムシールドは薄いプラ板を積層させたもので、ガンプラならではのプラ板が壊れることでダメージを吸収する仕様になっています。この世界のガンプラバトルはダメージを受けるとガンプラ自体が損傷するので、シールドが破損した分だけ後でプラ板を積層して修復する作業が必要になりますが、聖はこれを手作業で行うという恐るべき根気を持ち合わせています。バックパックにはストライクルージュの大鳥をベースにしたビルドブースターを装備します。 F91 のベスバーのような高出力のビームキャノンを搭載しているほか、変形して支援機として使用することが可能です。劇中ではビルドストライクガンダムで模型部の部長結城達也がカル・ザクアメイジングと戦うも敗北し、聖はビルドブースターを作り上げていきます。またレイジはイタリア大会のチャンプリカルド・フェリーニと出会い、操縦スキルを磨くため猛特訓を受けます。こうして2人は完成したビルドストライクフルパッケージを使用してガンプラバトル選手権に出場しました。初戦はハンブラビと空中戦を繰り広げ、その機動力の高さを見せつけます。2回戦ではマラサイのハイパーメガランチャーに打ち勝つ性能を見せました。3回戦ではキララがカル・ガーベラテトラとの戦いで罠にはめられビルドストライクを傷つけられてしまいましたが、隠し技のビルドブースターで辛くも勝利しました。レイジ12番のスロット。その後出会った八坂魔王のガンダム X 魔王を見て、その出来具合に感銘を受けた伊織は高出力のビームライフルを製作しました。そして結城達也との再戦では互いに再起不能になるまで戦い抜いたので、ビルドストライクは損傷がひどく修復に時間がかかる状態になったので、一時的に HGUC ガンダムマーク2を回収したビルドガンダムマーク2で戦うことになります。また世界大会に向けてビルドストライクを回収する案に悩みますが、小佐勝長が作ったベアッガイさんに綿を詰め込まれている様子を見るなど、ガンプラが自由であることに振り返りながら評価を施し、世界大会に挑んでいきます。こうして完成した機体がスタービルドストライクとなります。スタービルドストライクはビルドストライクが新型支援機ユニバースブースターと合体した機体となります。
ビルドブースターと同じくビームキャノンを持ちます。またビームを吸収できるアブソーブシールドを持ち、そのままそのエネルギーであるプラフスキー粒子を本体に吸収するアブソーブシステムを持ちます。チャージしたプラフスキー粒子はディスチャージシステムにより解放することで様々な運用が可能です。射撃では心臓のスタービームライフルに転用して砲撃力を高めることができるほか、プラフスキーパワーゲートを発生させて光の翼をまとうプラフスキーウィングを展開して機動性を大幅に高めたり、 V2 ガンダムの光の翼のように斬撃として使用することができます。無敵の強さを誇るように見える反面、敵のビームを吸収する必要があることから、世界大会での強敵たちは実弾兵器を併用するなどの戦略でこれを打ち破っていました。またプラフスキー粒子を機体内部にまで浸透させて一時的に性能を大きく上げる RG システムも搭載しており、使用時には機体のフレームが青く発光します。 RG システム発動時はビルドナックルといういわゆる必殺技を使用しますが、ディスチャージシステムと併用することでさらに威力が上がります。劇中では世界大会第1ピリオドの4人勝ち抜き戦で圧倒的な強さを見せつけます。アブソーブシールドのビーム吸収特性は世界中を驚かせ、プラフスキーウィングでファンネルを破壊し、圧倒的な攻撃力で全ての攻撃を回避して戦うという度肝を抜く性能の高さを見せつけました。第2ピリオドのバトルロワイヤルでは大会の責任者真下会長の差し金でメガサイズのザクと戦いを繰り広げることになります。ガンプラバトルならではのスケール差に苦戦するも共闘での熱い戦いを繰り広げました。その後のアビゴルバイン戦では野球バトルになり、試合前にアイラをかばって右手を負傷していたレイジは苦戦を強いられますが RG システムを発動して勝利しました。その後もレース中にガンプラマフィアの奇襲を受けるなど真下会長の妨害行為を受け続けますが、なんとか勝利を重ねていきます。ウィングガンダムフェニーチェとの対戦ではフェリーニ側は高得点を重ねていたので戦わず機体を温存すべき試合でしたが、機体の破損を覚悟で全力の戦いとなります。フェリーニの戦闘経験値の高さに苦戦するも互いの視力を尽くす激闘を繰り広げました。戦いの果てに大破したスタービルドストライクを聖が修理する間、レイジはアイラ・ユルキアイネンと共に伊織武からガンプラ作りを教わり、ビギニングガンダムとコマンドガンダムで CPU 戦に臨みますが、初めての共闘にして高い連携を見せつけていました。その後ガンダム X 魔王戦ではサテライトシステムのエネルギーを転用した高出力ビームサーベル魔王剣をビルドナックルで打ち破るという圧巻の性能を見せ、戦国の名を持ちながら中国武術の八景を繰り出す戦国アストレイとの戦いではビルドナックルが相打ちになるもガンプラならではの対策を施して激闘を制しました。キュベレイパピオン戦ではアイラのプラフスキー粒子を見て先読みする能力とその能力を増幅するエンボディシステムに苦戦しますが、ビルド界のサイコフレームとも呼べるアリスタの石の力によって心の光を見せアイラを救うのでした。決勝戦では洗脳されて修羅と化した名人がカル、ガンダムエクシアダークマターとの戦いで圧倒的な力の前に追い詰められるもアイラから名人の力の理由を知らされ決着をつけました。こうして世界大会に優勝した生徒レイジでしたが、プラフスキー粒子を生成する巨大アリスタが暴走し、これを破壊したことによってレイジは元の世界へ帰るのでした。こうしてガンプラバトルはできなくなりましたが、1年後ニルス・ニールセンがプラフスキー粒子の生成方法を発見したのでガンプラバトル選手権は復活し、聖は新たな機体を製作していきます。まずビルドストライクはビルドストライクコスモスに改修されます。見た目はスタービルドストライクとほぼ同じですが、各システムをより洗練した機体となります。第7回世界大会の後日談を描いた GM の逆襲で登場し、レイジと戦いを繰り広げるほか、翌年の大会には本気で出場しています。その後は新たに製作したギャラクシーブースターと装着したビルドストライクギャラクシーコスモスに改修しました。各武装の強化などを行い、外観は12枚の翼が展開する仕様になりました。この機体はパトローグで登場し、結城達也がカル、AZ ガンダムと激闘を繰り広げています。一方で元の世界へ帰ったレイジの使用を想定した機体としてオリジナルガンプラスターバーニングガンダムを作りました。ビルドファイターズトライの主役機ビルドバーニングガンダムへつながる機体でビームサーベルやビームライフルも所持していますが、
赤く輝く RG システムを搭載し、ハイパースターバーニングナックルという必殺技を繰り出すことができます。ビルドファイターズは歴代のガンダム作品からたくさんのオマージュが取り入れられた作品に仕上がっています。原作の歴代のキャラが多数登場するのはもちろん、原作キャラの服装や数々の名台詞、そして様々な名シーンなどが取り入れられており、さらに映像化が待ち望まれているスペリオルガンダムが登場するなど、原作では登場シーンがなかったり、登場シーンが数少ない機体も出てきます。また、ビルドファイターズの世界は、原作のキャラクターたちが幸せになった世界なので、例えば、ウッソエビンが両親と共にガンプラを作っていたり、クリス、バーニー、アルが仲良く出かけているシーンなどがあります。ビルドファイターズは、過去のガンダムシリーズを知らなくても視聴できるよう、シンプルな設定と分かりやすいストーリーを目指して企画されていますが、従来のファン心もくすぐる細やかな配慮がされており、本作が放送された2013年は、ビルドストライクが最も売れたガンプラになるなど、当初の想定を上回る人気作品になったことが明かされています。戦いはガンプラだからこそできる面白いバトルが多く、緊迫した接戦の数々はもちろん、レイジとアイラの掛け合いなどのコミカルな内容や、親父たちの熱い戦いぶりなど、見どころ満載な作品に仕上がっているので、未視聴の方は、ぜひ、一度ご覧になってはいかがでしょうか。ラルのおっさんが言ってた、ガンプラは所詮遊びだそうだ。だからこそ、本気になれるってよ。余談ですが、2022年3月には、現実でガンプラバトルが可能なロードトゥーガンプラバトルのテスト稼働イベントがガンダムファクトリー横浜で行われます。今回は指定された RX78 などのガンプラ限定とされていますが、自分たちで作り上げたガンプラで自由に戦うことができる日が来るのは近いかもしれません。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。